はい、こちらのアンビル、日本語ですと金床と言います。主にですね、鍛冶屋さんなどが熱々に熱した金属を叩いて成形するときによく使われます。こちらのサイズ、だいたい100キロくらいあると思うんですけど、普通に買うと数万円から数十万円する非常に高価なものとなっております。大まかなサビを落としていったんですけど、かなりの量のサビが出ました。これ以上は硬くてですね、ニードルだと全然サビが取れないので、グラインダーに変更してサビを落としていこうと思います。90角の角材をね、カインズさんで購入させてもらったんですけど、4メーターあったんですね。で、当然切ってくれるだろうと思ってレジ行ったらですね、こちらカットできないんですけど大丈夫ですかって言われて、一瞬考えたんですよ。工房で切ればいいかって思ったんですけど、4メーターあるとですね、車にも乗せれないし、どうしようかなと思ったら、工作室空いてますんで、そちらで切っていただくことは可能ですって言われて、カインズさんの工作室で切りました。めちゃめちゃ大変でしたけどね、なんとかね、切ったんで持って帰ってきたんですけど、素人がね、切ってノコギリで適当に切ったんで、グダグダなんですよね、切断面が。なんで、そちら平面きれいに出しまして、これから組み立てていくと、こちらのね、焦げた、底板と、こちらね、フレーム、底フレーム。で、あとね、キャスターもね、つけようと思ってるんで、このキャスター、アジャスター付きのキャスター、こちらを組み立てていくと、はい。
30キロぐらいあると思う。おっ 41.7 これメーター見えてますかね。 41.7 キロこれは合成あるわ。よいしょ。はい、というわけでアンビルのレスターとアンビル台完成しました。めちゃくちゃいい感じです。正直ね、サビが思ったよりも深くて取り切れ、取れるんですけど、めちゃくちゃ削らないといけないっていうことで、もうアンビルがね、どんどんちっちゃくなっていくんで、程よいところで止めました。これでもね、普通に使う分には十分かと思います。めちゃめちゃいいですね。よくある安いアンビルって焼き入れがされてなくて結構柔らかい鉄をそのまま使ってたりするんですけど、こちらのアンビルは鋳造した後焼き入れ処理がされてあるっぽいです。なんで表面ちょっと硬いので非常にねいいアンビルだと思います。ただね、メーカーがどこにも書いてなくてちょっとわからなかったんですけど、もし詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。これでわかる人いないと思いますけどね。で、今回作ったアンビル台は基本的にはホームセンターで手に入るものばかりで作ってます。しかもめちゃくちゃ安いです。で、角材とかね L 字アングルとか、その他ねネジはあれミスミかな、チェーンとかはホームセンターで売ってます。あとキャスターですね、キャスターもミスミさんで購入させていただきました。探せばアジャスター付きのやつが、ホームセンターでもあるかもしれません。もしよかったら作ってみてください。というわけで今回動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram でその他いろいろやってますのでそちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。